こんにちは、メイです。前回は山道と危険な動物を出現させたので、今回は山道の途中に温泉街を作ります。どの住民が温泉街を運営しているのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回の温泉街は黒く染め上げます。山道の途中に温泉はきっとあるあるだと思って作っていきます。作る範囲はここから見える景色すべて。マップだとこの辺り、山道と温泉街の横はまた今度やります。まずは写真を撮る位置を決めるために崖作りです。縦18マスの長さにします。橋を架けるために一旦カメラで確認。橋がかかったらええ感じになりそうな部分に向かって走り込みます。だいたいこの辺りですね。すぐに降りて真ん中に横5、縦6マスの崖作り。かなり横長の橋を架ける予定です。今回は崖作りとマイデザイン式が前菜で、温泉街のドンの移設がメインディッシュとなっております。先ほどの崖は全面川にします。川の両端に温泉街を作るので崖の拡張。横8か9マスくらいですね。崖で防ぐ前に川を掘っていきます。足元も川を掘れたらいいんですけど、普通に考えて危険すぎますね。左側も右と同じように砂浜ギリギリまで崖の拡張。砂浜の花は5サッシです。山道から崖をちょっとつなげる準備もします。道をつなげるとクマがこんにちはしてきそうです。真ん中から左右に8マスほど拡張できました。マイデザインを貼っつけていきます。もこもこ雪で道になりそうな部分を囲った後、新作のマイデザインで埋めていきます。今までの道路に足跡がいっぱいついているだけのものです。調整途中なので準備ができたら多分公開します。集合体恐怖症としてはちょっとゾワゾワする出来栄えです。自分で書いたのに直視できません。橋を架けていきます。道はあまり見ないようにしているので調整が難航中です。本日のメインイベントのこの島のドン、うずめの姉子の登場です。温泉街を牛耳ってそうな顔をしていますからね。いらっしゃいませ、うずめの姉子。姉子のために階段を設置していきます。クマが万が一ここに来てしまっても、うずめの姉子が何とかしてくれそうな雰囲気があります。うずめの相棒、マリリンの登場です。ピンクのゴリラの相棒といえばピンクのトラです。マリリンは離島で捕まえてきました。二度とこの島から出られません。二人のドンが揃いました。作りすぎた崖をなかったことにして、崖と崖の間は川を掘っていきます。スルッと間に入らせないようにするためですね。ハリボテ建築の裏側は見せたくないので、視界に入らないようにしていきます。温泉街からはハリボテ建築が多少見えなくなりました。ビッグボスたちの家の前を少し整備。一番優先されるべきですからね。山道から温泉街への道は変えるかもしれないので適当に敷いておきます。こちらは田舎っぽく有刺鉄線。橋の奥が未開拓地だったので奥から制圧していきます。埋め込み式の川作りですね。崖を作って川を閉じ込めます。町づくりは去年で終わりと言いつつ、また作ってしまっている島民代表です。スキー場の近くに温泉があるイメージなので、作りたい欲に抗えませんでした。奥もつながったので2段目の飾り付けをしていきます。ここに温泉宿を作るので3段目を作っていきます。温泉に宿まであれば完璧です。最大に効率化された崖がこちらです。反対側も同じように作っていきます。作ってみたものの反対側での再現が難しくて橋を何度も行き来しました。ひらがなの「う」しか見えない崖ができました。奥行きを出すために奥の崖を中央に1マス増やしています。ブラック無糖にふさわしい黒い温泉宿を作ります。中世の街並みを一生置いていくだけのお仕事ですね。
中世の街並みの置き方としては、川の前に立った時にいい感じに見えるように置くだけですね。一部明かりのついた窓をつけて営業中っぽく見せかけていきます。一部削っておいた場所に中世の街並みを滑り込ませると、下と上がつながって見えるような錯覚があるような気がします。こちらがマリリン管理の温泉宿ですね。いろいろ詰め込まれていますね。次は射程を読んできます。マリリンの射程はビンタ、純粋そうな射程です。彼は若いのでまだまだぼんやりしたところがありますが、可愛いので全てが許されます。家の外観は揃えてあります。ぼんやり坊やが崖から落ちないようにちゃんと策をしておきます。安全第一でやらさせてもらってます。今回の植林はちょっとだけ、お城の門で手前と家をつなげます。斜めからじゃないとよく見えないビンタくんの家です。マリリンの城が終わったので、次はウズメネキの城です。やることは先ほどと同じですね。黒くて重量級の壁をひたすらに立てるだけのお仕事です。ちなみにここのモデルは銀山温泉ですね。いつか行ってみたい場所の一つでもあります。川の両側に建物が並んでいるレイアウトだけ参考にしています。この島は洋風な建物が多いので、この島風にアレンジして作っている感じですね。つまり何も再現されていません。開けっぱなしガラス戸は入り口ですね。雪が入ってきて寒そうです。うずめの城ができたので、うずめの射程を読んできます。うずめの射程はブルースです。純粋そうなビンタよりだいぶくせ者ですね。この世界に入って長いような雰囲気もあります。これで温泉街の住民が全て揃いました。だいぶ濃いメンバーです。うずめの姉子に長く仕えてきたであろうブレイス君の家を整備します。見えそうな場所は中世の街並みを置きます。反対側も多少気にしないといけないけど、そこまで気張っていかないスタイルでやっています。右下が未定なのでこんなもんで勘弁されときます。うずめの姉子の家の周りはシンプルな飾り付けです。看板は湯船と書いてあります。マリリンの家もうずめの姉子邸に合わせてシンプルに。使っている家具は同じですね。言い忘れていましたが、この黒い温泉街はなるべく左右対称になるように作られています。パッと見住宅街ですけどね。左右対称になるように街灯と柵を飾っていきます。左右対称は魔除け的な意味もあると聞いたことがあるので、魔除けの要素強い温泉街です。この島、熊も妖怪も住んでいるので、そういうのが温泉に温まりに来たらたまったもんじゃないですからね。家の裏は植物を置いて奥の汚いところを隠します。今後ここから見える景色も作る予定です。いろんな撮影スポットを作る計画だけはしています。これで全て飾り付けが終わりました。全て黒でまとめて赤い端だけ目立つようにしています。家の中がまだ手つかずなので、どこかのタイミングで温泉にします。黒くて濃い温泉街はいかがだったでしょうか。この島のメンバー濃いなぁと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。